おひけなすって。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2025年4号合併号ワンピース最新話1134話、フクロウの図書館を考察していきます。この1134話を読み解くキーワードは、いい冊子、冊子です。それは書物一般を表す冊子、新しい考えを取り入れる冊子、相手を思い推し量る冊子、これらのキーワードが散りばめられているようです。お察しします。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずはいつものように先週の1134話の予想を振り返りましょう。こちらです。1134話の類似話数は34話、134話、1034話です。34話は詐称。タイトルは羊クラハドール。そして34話でカヤは親の財産をすべてクラハドールにあげるという。次に134話は医者。タイトルはドクタークレハ。134話でクレハは財産の半分を患者の親に要求しています。この34話の財産と134話の財産が1134話でつながるなら、それは財産。はい、先週の動画での予想はいまいち5点くらいでしょうか。ただし X では財産について事前に考えました。34話で黒に財産を全てあげるというカヤ。134話で財産の半分を要求するドクタークレハ。このことから1134話では人類の財産、つまり大原の財産、書物の話だろうと予想しました。そして1134話のタイトルはフクロウの図書館ですから、1134話は34話と134話の財産の話とリンクしており、話の流れからもここはギリ読み解けたようです。これが1134話の数の語呂合わせ1つ目、いい冊子。いい冊子。冊子とは書物一般を表す本の呼び方です。クローバーら考古学者たちが命を懸けて守り抜いた全ての本が大原の図書館からエルバフの図書館へ受け継がれていた。そしてカヤとはカヤ、植物です。クレハとはクレハ、植物です。そして大原の全地の木の中の図書館はエルバフの木の上のフクロウの図書館に移動した。つまり木の中に宝があるイメージです。木の中にある図書館といえば宝島と呼ばれた鳥の王国にも木の中に図書館がありました。するとなんとなくエルバフではいよいよチョッパーの5人目とロビンの6人目がコールされるのか。しかもそれはおそらく同時にコールされそう。5人目と6人目、それはゴムのイメージ。つまりルフィを窮地から救う時、チョッパーとロビンの何人目がコールされるのか。例えばそれはこちらの動画で考えたように、ルフィことニカが暴走して北欧の強戦士ベルセルク状態となってしまうが、それを救うのがチョッパーとロビンなのか。ニカと同じ人人の実のチョッパーもまた NES ロビーで悪魔の実が暴走していました。かなり脱線しましたが、話数の理論を続けましょう。1134話の類似話数、1034話では桃之助がカイドウと同じ竜だと言います。桃之助の能力はカイドウから抽出されたいわば双子の双竜です。一方1134話にはシャンクスの双子が登場。さらに1034話でサンジは四つ子の兄弟の話をしている。そして1134話ではステラのクローンの話。また134話の扉絵にはフクロウの看板。1134話でも図書館のフクロウの看板。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。1134話のスタートはサウロとの出会い。ルフィはロビンの恩人サウロに船長として挨拶をします。これが1134話の数の語呂合わせ4つ目、イーサフォー。イーサフォー。サウロが言っていたように海でいい仲間に出会えたロビン。そこへリリースが空を飛んでサウロと遭遇します。そこでリリースが持ってきたボックスに入っているのはなんと完全なるベアバンクステラのクローン。リリースはエルバフでステラをクローンとして復活させて、さらにクマを治療すると言いますから、リリース、クマ、ボニーのエッグヘッド組はエルバフでお別れなのかもしれません。続いて現れたのは助手のアンジェと巨人の子供たちです。巨人の子供たちはサウロとアンジェの猿芝居を黙って見ていたという。これが1134話の話数の語呂合わせ5つ目、人々雑誌。人々雑誌。雑誌とは手を出さず黙って見ているという意味です。
そんな巨人の子供たちはセイウチの学校で学んでいるという。このセイウチの学校は全国王ハラルドが20年前にサウロに頼んで作ってもらったという。学校で学んでいるエルバフの子供たちは野蛮な旧世代とは違い、美しい言葉遣いを使っています。悪口、暴力、略奪、戦争、そんな概念は存在しない。美しい世界、美しいエルバフ。まるで昭和と令和、エルバフはホワイト社会に刷新されています。これが語呂合わせ、人々刷新。そんなエルバフに驚くルフィたちは、なんと女巨人リプリー先生のプリプリのおっぱいの上に立っていた。プリプリのおっぱいの上に立っていた。立っていたとは、その意味はもちろん偉大な先人たちの功績の上に立つという意味の比喩表現、巨人の肩に立つとかけているのでしょうか。つまり小原の先人たちの功績によってエルバフに学校ができたことをここで表している。この巨人の上、巨人の肩に立つという表現はエッグエッドでもベアバンクが鉄巨人エメトの肩に立って表現されていました。ベアバンクはデンデン虫をエメトの肩に立って隠していました。さらにこの1134の扉絵ではフランキーが巨大化して麦わらの一味が巨人の肩に立っています。これも偉大な先人たちの功績の上に立つという意味の比喩表現。麦わらの一味が巨人フランキーの肩の上に立っている。それこそが優待するフランキーの声優ヤオさんへの敬意。さらに本編でロビンは言います。本当に出会えた大切な仲間に何のその男は裸百貫、波に向かって立つ獅子であれ。偉大なるヤオさん、お疲れ様でした。本編の考察に戻りましょう。巨人の肩に立つ偉大な先人の上に成し遂げられたフクロウの図書館ですが、このプリプリのリプリー先生のシーンは小人の国のロビンに似ています。ロビンの B 地区をまさぐるトンタッタ族のレオです。なぜ小田先生はここでこのシーンと重ねたのか。それはもしかすると巨人と小人の共通点を今我々に伝えたいのか。巨人と小人の共通点といえば、巨人と小人はよく騙されます。リプリー先生曰く、エルバフのホワイト社会政策とはロキの父親メイ君ハラルド王の政策だと言います。メイ君ハラルドは言った。戦いより他国との交易を。このセリフはマザー・カルメルと同じです。聖母カルメルは言った。略奪より交易を。つまりハラルド王はカルメルの意思を受け継いでいるとなると、もしかするとハラルド王は裏で世界政府と通じていそう。2週間前の動画ではエニエスロビーで騙されていたお芋のセリフエルバフの恥、こことつながってエルバフの恥ロキとはもしかしたら裏で世界政府とつながっていると考えましたが、違う、逆。世界政府とつながっていそうなのはロキの父親ハラルド王か。世界政府の命令を受けてハラルド王はエルバフを弱体化させる政策を敷いているのか。その裏切りを察したロキが父親ハラルド王を殺害してしまったのか。それがロキと話しているモサコ王が体験したという恐怖体験なのか。つまりもしかすると6年前モサコ王は見てしまったハラルド王と世界政府のつながり、交渉、会話を。それをモサコ王は偶然にも息子のロキに暴露してしまった。その父親ハラルドの裏切りに怒りを抱いたロキは父親を殺してしまった。だからモサコ王は乱暴者のロキに対して本当は優しい男だと察しています。これが語呂合わせいい察し。ロキはやはりそこまで悪いやつではなかった。エルバフを弱体化し世界政府の傘下にしようと目論んでいた父親ハラルドの裏切りを阻止した、そういうことでしょうか。しかしそれを知っているのはモサコ王だけ。優しいロキはモサコ王に父親ハラルドの裏切りを秘密にしてくれと願い出たのか。だからロキは長年に縛られているのか。それが証拠にエルバフの西の村には魔法陣が現れている。つまりいつでも世界政府がエルバフに侵入できるように魔法陣こと古代の転送装置をハラルドが設置したのではないでしょうか。アーサー・C・クラーク曰く、十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。その魔法陣から現れたのはシャンクスそっくりの神の騎士団マリージョアで見た男が降臨。さらにもう一人口に包帯を巻いた女戦士も現れている。
これが1130話の話数の語呂合わせ6つ目。アン・アサシン。アン・アサシン。1はその字形から語呂合わせでは愛の後読むそうです。アン・アサシンとはつまり暗殺者です。そしてこの1130話のタイトル、フクロウの図書館のフクロウとは知恵や賢者の象徴ですが、暗視能力に優れた凶暴な猛禽類であるフクロウとは一方でハンターや使い魔、死の前兆の象徴でもありますから、やはり偽シャンクスとはアン・アサシン、暗殺者なのかもしれません。そんなアン・アサシンの語呂合わせがもしも正しいなら、偽シャンクスの狙いはおそらくルフィの暗殺か、それを送り込んだのはもちろんガーリング星でしょう。となると、ルフィはこの偽シャンクスと出会った時、もちろんシャンクスと間違えてしまう。この時のルフィは混乱と絶望の表情か。そして僕を含む多くの考察者たちが間違えていたシャンクスの瞬間移動能力説。頂上戦争に現れたシャンクスは海兵から、カイドウとの小競り合いはつい昨日のこと。その当人がもうここに。つまりこの時カイドウと戦っていたのはシャンクスではなく神の騎士団だったのか。正解はシャンクスの双子が瞬間移動するでした。さらに白ひげ曰く、てめえの面見てるとあの野郎から受けた傷がうずき上がる。このセリフさえも神の騎士団の可能性があります。それでは最後にリープリーの存在について考えてみましょう。リープリーは生物の教師だそうです。つまりこれはもしかするとルイアーノートが言うエルバフに長居してはいけない理由と関係ありそう。つまりはやはりエルバフに長居すると人体に影響がありそう。それを解説するのが生物の教師リプリーでしょうか。例えばそれはすでに考えたように生物が凶暴化してしまうのか、それともシンプルに人間が巨大化してしまうのか。いずれにせよエルバフに長居してはいけない理由とは生物学が関係ありそう。またさらにリプリーはルフィに対してエルバフの神話には白い姿の戦士がいると言います。これはもちろん太陽の神ニカのことでしょう。すると自称太陽の神であるロキももちろん太陽の神イコール白い姿の戦士だと知っているわけです。となるとロキは白い姿に変身しそう。もしもそうであればフェンリル説は一歩後退か。なぜならロキがもしも白い狼だとしたらヤマトとあまりにも被るからです。一方僕が推していたヨルムンガンド説も一歩後退です。世界蛇ヨルムンガンドの姿が白い蛇だったとしたら、それは白い戦士とは程遠いからです。すると白い戦士の姿として違和感がない悪魔の実といえば、残されているのは真のゴムゴムの実でしょうか。何度も言うようにゴムの樹脂とは真っ白なラテックスです。ゴムイコール真っ白。ロキが真のゴムゴムの実を食べていて覚醒していたなら、真っ白なゴムの樹脂の体で戦士としてイメージできそうです。以上です。続いては次号1135話の展開を話数の理論から読み解きましょう。1135話の類似話数は35話、135話、1035話です。35話の語呂合わせは雑魚。扉絵も小さい魚と小さい雑魚バギー。本編では小さなウソップ海賊団たちが黒に立ち向かうも叶わない。ここと1135話がつながるなら逆に小さなチビ人間の偽シャンクスに巨人のドリーとブロギーがやられてしまうのか。次に135話の語呂合わせはイミゴ。ドラム王国の忌まわしき王バカなワポールがカバと帰還すると、エルバフのイミゴロキの話にもなるのか。次に1035話の語呂合わせは瞳悟空。瞳悟空とはつまり生贄のことです。ベアバンクに人体実験瞳悟空にされていた黒い翼のルナーリア族の少年キングことアルベルの話。こことつながるなら1135話では誰かが生贄になるのか。そんな1135話の話数の語呂合わせ予想は人意味語。エルバフの呪われた王子ロキの話になるのか。いい密告。ひどいサゴ。サゴとは間違いまたは嘘という意味ですから、エルバフの人々はロキの罪について勘違いしているのか。遺品参考。図書館にある本の中に冒険における参考文献があるのか。人々巫女。巫女とは神に仕えるもの。
神の騎士団の暗殺者2人が早くも動き出しそうです。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。夢を